今回はですね、AI を使った記事作成の一例ということで、今実際にちょっと作っているものがありまして、どうせならこちらも伝えておこうかなと思いまして動画を撮影しています。今回作成しているのはですね、このようなタブ形式のページで、ここのタブごとに、指示書というプロンプトを置いて、そこでコピーして使えるような仕組みをですね、作成しています。で、これを一からコードを書いてとか、HTML、JavaScript みたいなことをしていくと結構な時間がかかると思うんですよ。しかしながら AI さんに任せるとですね、もう爆速でやってくれます。こんなコードがあるんですが、さっきの部分ですね、これが。もう一文字も僕はタイピングをしていません。指示をしただけですね。なので感覚的には外注に指示を一つ一つしていくような感覚で、誰よりも早いプログラマーといったような認識ですね。自分はディレクターのような位置づけで、どんどんやらせていくというような形です。こうやり取りをしていった中で、最初はですね、悩みが発生するっていうところから僕は始めました。今まで、このような形でですね、指示書というのを管理していました。Google ドキュメントで、こうずらーっと並べていたんですけど、Google ドキュメントはですね、タブが多くなるともうこんな感じで見えにくいし、コピーするのもいちいち全部選択してコピーしなければいけない。で、指示書には入力欄というのがありまして、そこの入力欄も毎回探す手間があると。で、自分で指示書を編集してコピーして貼り付けみたいなことをする必要が今まではありました。それをなんとか簡潔にしたいと思いですね、まずそれを AI に相談しました。Google ドキュメントだとちょっとわかりにくいよねと。WordPress があるので、そちらの固定ページでなんかうまいことできないかなみたいな感じで相談してですね、するとこのように、じゃあこうしたらいいんじゃないでしょうかみたいなことを出してくれていっています。で、実際に僕がですね、指示書を送ってみて、この入力欄を入力フォームに変えてコピーするような仕組みはできるかと言いました。で、素晴らしいアイデアですねと。入力欄をフォーム形式に変えてできますと答えてくれたので、その流れをガーッと言って、最終的にこんな感じでコードを作成してくれましたと。もうこんなの打ち込んでたら大変な時間がかかってしまいますよね。もう一瞬です。これ1分もかかってないと思う。で、これがどういうものかというと、ここのコピーボタンでコピーして、今回ワードプレスのブロックエディターのコードを使っているので、ここに貼り付けて、一度これ新しいタブでプレビューを見てみます。で、こんな感じになりました。さっきの長い文章の指示書から入力欄を抽出して、正確にはリンクさせて、こんな感じでいじれるようにしてくれたり、入力欄をつけてくれて、ここのコピーボタンを押すと、元の指示書にここを全部反映させた状態でコピーしてくれるというような、この優れた機能ですね。それを一瞬で考えてくれたんですよね。この仕組みについては、こちらからこういう風にしたい、こういう風にしたいっていうのをやり取りの中で決めていきました。なので、完全に AI に全部お任せではないんですが、いろいろ追加してほしいこととかっていうのをどんどん出してもらってですね。で、こういう指示書っていうのは、今たくさんあるので、同じセットの中でも20個とかあるものがあると。その場合ですね、縦に並べると、ちょっともう縦が長すぎて探すのが大変だよね、という発想に至りまして、次はですね、アコーディオン形式という発想に至りました。アコーディオンというのはですね、実際にこれを見てもらうとわかるんですが、これをコピーして、ワードプレスに貼り付けて、プレビューを見ると、こんな感じで、ここですね、ここをクリックして入力フォームを開きとある部分、ここに格納されます。これがアコーディオンと言います。こんな感じにすると、もうこれをずらーっと並べても20個ぐらい並べても探しやすい。で、使いたいものが見つかったら、こうクリックして開いてもらって、入力フォームを打ってもらってコピーしてもらうと。で、このコピーボタンを押すと実際に指示書をコピーしましたと出ます。こんな仕組みをですね、もう思った通りにやってくれるというのが今の AI でして、もうこんな長いコードでも出力できるように最近はなりました。素晴らしいね、この進化は。で、次の発想がさっきのタブですね。同じ指示書セットの中でもですね、画像生成とかいろいろあると思うんですけど、画像生成用、動画生成用とか、そういうのを一列に並べてしまうと、それまた探しにくいですよね。どこが動画用だっけみたいな。それを解決してくれるのがさっきのタブ。この形式ですね。何々用と何々用みたいな感じにして、で、これかな？これをコピーして、また反映させると、この形ですね。この形に落ち着きました。で、タブの中に、ここにですね、さっきの個別のやつを追加していくといったような、これを考えて実行するまでに、30分ぐらいですかね。
もうあとはここからここを埋めていくだけになりました。なので、発送した仕組みをですね、具現化すぐにしてくれるので、めちゃくちゃ楽。で、ここからですね、僕はまだちょっと肝がありまして、これをフォーマット化しています。例えばですね、さっきのタブ形式の大枠を作るってなった時にですね、毎回同じことを指示するっていうのは大変ですよね。こういう AI チャットって、チャットが新しくなったら、また今までのやり取りは忘れてしまうので、同じことをまた伝えなくちゃいけない。といった時に活躍するのが、指示書とか、プロンプトですね。こういうのを用意しておきます。今回作ったタブの形式、大枠の作成方法はどんなものかっていうのを新しいチャットに行ってもこれを伝えることですぐに理解してくれて、同じものを再現性を高く生成してくれる。それを可能にする指示書ですね。これも必ず作るようにしています。今後必要になる場面がある場合ですね。僕の場合いろんな指示書を作っているので、今後もこういったページの管理っていうのはしていくと思います。なので、ここでフォーマット化しておくと、次また同じものを作るときに、いちいち毎回同じことを言わなくていいという感じのものが指示書。他にもですね、やり方としては、このコードエディターのコード、完成形を全部 AI に打ち込んで、これで理解してっていうやり方もできます。それもできますが、こういった指示書があると、より強化できますよね、そこを。タブだけ作りたいっていう時もそうだし。で、もう一つ、アコーディオン形式ですね。この中身を作るためのフォーマットも用意しています。僕が今持ってる指示書は、もうおそらく100ぐらいあると思うんですよ。それを一個一個指示を毎回していくっていうのは大変なんで、例えばこの指示書、中身を考えてくれるものをシステムインストラクションズとかにですね、貼り付けて、下に指示書を入力すれば、毎回ほぼ同じ形式のものを作成していってくれますと。そういった感じになりますね。このシステムインストラクションズ、チャット GPT とかだとカスタム指示ってあると思うんですけど、ここがあることによって、こんな感じで作るものの設定を決めておいて、それの対象を入力していくみたいなことが可能です。なので、記事とかっていうのは、いつもこんな感じで考えてますね。で、同じような記事をここから先作ることあるなっていう時は、フォーマットも一緒に作成しちゃう。プロンプトですね。作成しちゃうといった感じになります。で、このフォーマットというのも使っていくと、ここはこうした方がいいなっていうところが出てくるんで、さらにこのフォーマット、保存してあると思うんですけど、それを AI に渡して、ここをこうしてみたいなところを改良を加えていきながら、再現性を 100% に近づけていくといったような感じです。今回はそういった AI で記事というか、プログラミングをさせる方法の一つをご紹介しました。僕はこのような沖広 AI クリエイティブスクールというのを運営していまして、先ほどのような AI を使った様々なことですね、テキスト生成、プログラミングなどなどを発信、また講座を運営しております。ここだけにしかない情報も結構あると思います。ちょっとニッチなものも多いですが、動画編集者さんとか、ブロガーの方とかはかなり役立つ情報、あと指示書も販売しています。さっきのようなブロックエディターの専用の指示書とか、今後作っていこうかなとかも思います。最初は手始めに僕はですね、動画ですね、返信動画とかキメラ融合動画とか、このあたりを作ってました。記事作成のオールインワン指示書セットとかもありますし、SEO 対策用の指示書とかもあります。ここからまだまだちょっとね、増えていくと思いますね。で、ブログの記事もあったり、チャットマガジンといってチャットワークで配信しているマガジンもあります。講座としては AI 返信動画講座、動画編集爆速化講座、画像を無限に生成する。これも動画編集とかブロガー向けですね。素材を無限に作成できる。思った通りの素材を作成できる錬金術メソッド。あとは講座を作成するための講座とか講座作成代行サービスとかもあります。気になる方は概要欄のリンクよりホームページをご覧ください。今回は以上になります。